こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが餌を食べる様子をご覧いただきたいと思います。ボールパイソンは基本的にはもうネズミだけ食べて生きていけばよろしいという生き物なので、こんな感じで食べるんだよというのをこれから飼育をしてみようかなと考えておられる方が、こうやって食べるんだというのを参考にしてもらえれば嬉しいなと思います。この子はブルーアイリュウシという白ヘビで、目が青いのが特徴ですね。ボールパイソンの中ではとってもポピュラーな白ヘビ。勢いがいい。こんな感じで巻きついて食べます。ヘビは咀嚼したり噛んだりして細切れにして餌を食べるんじゃなくて丸飲みするんですけど、まずは窒息させてからゆっくりと飲んでいくというスタイルですね。でこうやって巻きついた後に離しちゃったりするので、ちょっと逃げるかもしれない、もっと巻きつかなきゃというやる気をかきたてて演出してあげたりしますけども、もう何も見えない。本気度がすごい。違う角度から見てみますか。動かないね。今これを測ってるわけですね。もう飲み込めるかどうか、抵抗しないかどうか。ボールパイソンが食べる餌には大きく分けて2種類あって、小さいハツカネズミと言われる、俗にマウスと言われるやつですね。あとはもう少し大きなクマネズミ、ドブネズミのような俗にラットと言われるものなんですけど、マウスかラットをあげると。これはラットですね。当店ではボールパイソンの餌に最適なのはマウスよりもラットだと考えているので、なるべく早い段階にマウスからラットに切り替えてラットを食べるようにしています。ラットの方が早く大きくなるし健康にも良いだろうと考えております。ラットも販売しているので、ラット欲しいわという方はご連絡いただければ幸いです。あるいはマウスからラットに切り替えるってどうやってやんのとかご質問があれば、それも問い合わせをお待ちしております。ボールパイソンって大きくなればなるほど変化を嫌う生き物なので、なるべく小さいうちにラットに慣れさせてあげるのが良いと思います。圧倒的にマウスで育ててる方が多いと思うんですけど、それはマウスの方が安いし手に入れやすい。ラットはですね、結構品切れが多いんですね。日本で売ってるところもいくつもありますけど、何々サイズ品切れですとか、何々サイズ入荷しましたということが多くて買いにくいので、マウスだったら買いやすいということでマウスで育てる方が多いと思うんですけど、やっぱりラットがいいかなと思います。すごいアクロバティックに食べるね。これどうなってんのひっくり返って、この顎をちょうど見せてくれるっていい感じなんで、見せてくれない。何このツンデレ。僕らはですね、こんなに口を開けることは、多くの人はできないと思うんですが、ボールパイソンの顎っていうのは、一つの骨でできているわけではなくて、骨と骨が人体でつながっているので大きく開くことができるんですね。だから顔の大きさに比べてこんなの入るのみたいなのも入る、食べる。この胴の一番太いところと同じ太さのネズミまで食べることができます。あるいはちょっと大きいぐらいまで食べることができますと言われています。狂気の里ですよね。この人間でいうとこのボディと同じぐらいのサイズ、食べれないでしょう。面白いですね。生き物食べている。当店のラットは食いつきがいいと言っていただいて、とても嬉しいことだなと思っていますが、ラットの販売で大事にしていることは餌切れが起こらない、在庫切れを起こさないというのを大事にしていて、そろそろラットが少なくなってきた、買わなきゃ、どこも売り切れどうしようみたいにならないように、定期便といって毎月必ずこれぐらいは生産できる、繁殖できるという量だけを見込んで、それを定期的にお送りするという形にしています。だから注文の手間もないし、餌切れもないし、大量に持っておかないといつなくなるかわからないからみたいなこともしなくてよいと
その大量に買うとやっぱり冷凍しているといっても少しずつ劣化はしていくので、お肉とかも魚もそうですよね。冷凍してるから2年食べるかというとそんなことはないし、冷凍焼けといてだんだん鮮度も落ちていくので、いつも新鮮なものをお届けできるっていうことと、ご家庭の冷凍庫を圧迫しないというのも魅力かなと思っています。ラットのファームがあるんですけど、そこで冷凍してファームから直送しています。一回お店を経由したりとか市内で産地直送ですね。冷凍物なので冷凍して、そこから移動する時に半解凍してもう一回再冷凍されてというのを繰り返せば繰り返すほど組織がやっぱり傷んでくるわけですね。なので一時おろしとか二次おろしとか挟めば挟むほどそういうリスクは高まっていくので、産地から直送、環境に気をつけて育てて産地で冷凍してそのまま直送して一番いい状態でお届けするということを売りにしております。なんか餌食べる会じゃなくてラット販売の営業みたいになっちゃった。結構ゆっくりスタイルですね今日は。面白いのはなぜか必ず頭から食べることですかね。お尻は尻尾があって邪魔だっていうのはあるかもしれないですけど、なんか判断してるんでしょうかね。たまにアクロバティックにお尻から食べたりする子もいますけど、基本的にはみんな巻きついて頭を見つけてそこから飲み込んでいくというスタイルでお食事をしています。ヘビ飼育の圧倒的なハードルの中に餌がネズミっていうのがやっぱりあって、トカゲとかなんかそういうのはペーストで育てられたり、コオロギならまだなんとかっていう方もいると思うんですけど、ネズミを家の冷凍庫に入れるとかネズミを解凍して触るとかっていうのがどうもちょっとねっていう方も多いと思うんですけど、慣れます。大丈夫です。僕も最初はネズミってなりました。家の冷凍庫にガリガリ君とパルムとハーゲンダッツとその横にネズミみたいな、マジで。僕最初にボールパイソンを紹介してくれた友人がいるんですけど、その人の家に遊びにヘビールから見に行きたいって言って見に行って、で冷凍庫にネズミがあって、これはインパクトあるなって思ったんですね。それを解凍して、餌やりのところとかを見たんですけど、これはねちょっとどうかな、受け入れられるかなと思ったんですけど、受け入れられました。慣れます。そうだからね、意外と大丈夫ですね。この食事のシーンが可愛いというか好きという人がボールパイソンの飼育者の中には多いですね。で生き物全般でいうとやっぱりハムスターとか、こういう齧歯類をペットとして飼われている方もいるので、人によってはかわいそうっていう場合もあるかもしれません。うちのスタッフにもボールパイソンも飼ってるしラットも飼ってるっていう人がいて、ラットめっちゃ可愛い、でも餌は餌っていう割り切りが脳内では行われているようですね。飲んでいくそう、飲むっていうんですよね。ネズミを飲むみたいな。ボールパイソンというかなんだろう、爬虫類飼育のあるある言語の一つかもしれません。飲んだ、食べたっていうより飲んだ、でっかいの飲んだとか、ね、言ったりします。なるべくそういうなんですかね、業界用語とまでは言わないですけど、飼育者にしか通じない言葉みたいなのは使わないように気をつけてはいるんですけど、ポッと出てきたりはしますね。かかった、飲んだ、あとなんだろう、何がありますかね。やっぱり YouTube 撮影してるのはでなるべくたくさんいろんな動画を出そうと思っているのは、今飼ってる方に楽しんでいただきたいというのももちろんありますけれども、ほとんどはというか主要な目的はこれから飼おうかなって思われてる方が最後の一押しになったりとか、飼おうと思ってなかったけど意外と可愛い、飼ってみたいという方が増えたらいいなということを願ってやっているので、この人何言ってるか分かんないなってならないように
気をつけたりしています。ちょっとその用語わかんないみたいなのがあったらコメントいただけると説明をしたり、また僕の勉強になったりするので、あ、そうかそうだよねって、そういうところ気をつけて説明しないとダメだよねっていう勉強になったりするので、教えていただけると幸いです。飲んだ、飲んだ言うても今あれですね、この辺にいますからね。早く大きくしたいっていう方の中に、もうどんどん食べるだけあげちゃう、2匹3匹あげちゃうっていう人もいると思うんですけど、あげすぎで体調が悪くなるっていうこともあるので、うちでは1週間に1回1匹っていう感じであげています。ちょっと腹8分目みたいな感じですかね。あげれば食べるような気もしますが、腹8分目で、食べ過ぎはね、人間も良くないですから、今日はこれぐらいで我慢してもらおうと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビがご飯を食べるところをご紹介しました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。